毎度さんです。タクエマルの船長与永です。視聴者の皆さん、いつもご覧いただきありがとうございます。今回は北海道のオホーツク海沿岸で行われるホタテケタ網漁にセルフ密着。ケタ網漁とは、八尺と呼ばれるケタにステンレスのチェーン、鉄の金輪を組み合わせた網を船で引いて海底にあるホタテを取る漁法となっています。日本のホタテ水揚げ量8割、年間でおよそ40万トン前後を漁獲する北海道ですが、オホーツク沿岸のホタテ漁は海に違い、ホタテの赤ちゃんを直接放流する地巻き式で、4月から5月後半にかけて北海道オホーツク海側の各漁協で稚貝放流が行われます。ホタテを取りすぎて資源の枯渇・乱獲とならないよう、まさに育てて取る漁業、未来に残していける漁業として発展していけるように取り組んでいます。時刻は午前5時過ぎ、漁協に所属するホタテ船32隻が一斉に出港、操業場所へと向かいます。約30分ほどで本日の操業場所に到着。ホタテ船32隻すべての船が揃うのを待ちます。その日のコンディションや場所によって違うんですが、沖岡1マイル、上下2マイル半の操業区で行うホタテ漁は場所選びがとても重要で、ホタテがたくさんいるところは人気スポットとなるので大混雑。朝の場所取りは熾烈を極めます。地雷別でもいいですね。了解、完全やろう。操船団長の号令でホタテ漁が一斉にスタート。八尺を海へと投入してホタテを漁獲していきます。八尺は共にある巻き取り機にワイヤーでつながれていて、その日の水深で長さを調整。八尺を引く船頭の指示した位置で印を止めます。この動画のタイトルにもなっていますが、ホタテはもう見て取る時代になったのか。八尺につけたカメラの映像を見ていきましょう。さすがにリアルタイムで八尺を引く映像を見ながらホタテを取る術はまだなくて、1回目のケタ引きの様子を2回目引っ張ってる時に確認するしかなく、1回分のタイムラグは生じてしまうのですが、繰り返し行うことでその漁場の地形を把握することもできるし、ホタテの多い少ないも目で見ることができます。ここの場所はしけの影響で海底が砂門となっていて、砂と砂の間にはたくさんのホタテの殻が溜まっていました。ホタテがたくさんあるようには見えないのですが、果たしてどれくらいのホタテが取れているのか。チャンネルはこのままで。八尺を投入した後、時間や潮流、ワイヤーの長さや船速など全てのデータを記入。これが漁師の財産となります。今の山潮 0.4 だわ。でもなんか油断したらやっぱちょっと紙よりは軽いけど、なんか引っ張りづらい。はい、了解です。はい、ということで仲間の無線を傍受しながら、この混み合っている人気スポットで一皮目。ここの漁師はホタテ引きのことを一皮目とか二皮目とか、回数のことを川数なんて呼んだりしています。私も軽くね。だからだんだん先出てるもん。あんだよね、了解了解。
発尺を引いてる時の重いとか軽いとかはエンジンの回転数だったり排音などで感じていて、もちろんホタテがたくさん入ると重たくなるんですが、表発尺と友発尺、ワイヤーを違う長さで引いてるので、ホタテが溜まってくると表発尺が浮いて空飛ぶ魔法の絨毯状態に。これが表発尺と友発尺の片入りする原因ではないかと推察しています。それでは発尺を引いて11分、1回目の巻き取り開始です。さあということで1回目はおよそ3トン弱のホタテを漁獲、ついでにカメラも回収して現場検証してみます。ホタテで請求あと何分かな。俺はどんに3分付き合います。了解。1回目は殻もほとんどなくホタテも入ったので、もう一度同じポイントへ向かいます。2回目の発尺を投入したらカメラのデータを読み込んで1回目の場所をチェック。これが思い通りだったり予想外だったり、日々ねいろんなデータを収集します。なるほどなるほど。撮影していたこの日ではないですが、同じ創業区内でも場所が少し違うだけでこんなに殻がなく、ホタテの密集地もまばらだったり全然いないところも、殻も入んないけどホタテも少ない。まあね、悪い場所じゃないけどその日の状況に応じて使い分けていきます。さっきの場所から10分ほど進んだだけでこのサーモン、たくさん発尺を引っ張ってもホタテがいないと漁獲量は半減。発尺を引っ張るのも一筋縄ではいきません。
さあ2回目の発射を引いてる間、船員さんたちは1回目で取れたホタテを選別していきます。周りの船を見てもホタテが山盛り状態。今日はこの場所でノルマを決めたいと思います。回っても悪くなかったわ。ちょっとパカパカ見えるくらいで、あと何多少ことねえわ。1回目が抜群に綺麗だったおかげでホタテの選別、カイコ選びが最高速。1枚ずつ手で選別しなくていいだけ殻や人手がいないので、ダンブルの蓋の上でこっちの漁師はカッチャクとかって言うんだけど、ホタテを寄せてきて一気にダンブルへ。船頭が2回目のホタテを引いている間に選別が終わってしまいそうです。ぐるぐる回ってたら重たくなるべ。さあ2回目は1回目の倍以上23分も引っ張ったので発射を巻いてみます。まだデッキの上にホタテが残ってますが、おそらくね次のホタテも綺麗だと思うのでこの上にまくっちゃいます。でせっかくダンブルの蓋をしたんだけど、ある程度ホタテも溜まったのでモッコと呼んでる荷揚げ用のこの網ですね、最初から敷いてるモッコだけでは13トン以上のホタテを荷揚げできないので、ホタテがダンブルの中に 4,5 トンくらい溜まったら中間に3枚仕込みます。さあノルマの13トンに向けいい感じでホタテが入ってますが、3回目4回目と残り2回で7トン前後を漁獲していきます。こちらは最後の1回をまだね引っ張ってる最中ですが、早い船はもうノルマを取って港へ寄港していきます。白栄丸も3回目は13分4回目は16分と引っ張って本日も無事ノルマの13トンを漁獲できそうなので、残りのホタテを選んで寄港したいと思います。最後のホタテを引き終わってまだねデッキにホタテが残っているので、船頭も太鼓選びを手伝います。
午前8時、4回目のホタテをデッキに上げたら発尺を畳んで港へ帰ります。凪の日も波が荒い日も怪我をしないように細心の注意を払って最後まで作業します。撮影の裏話になってしまうんですが、この動画に使用している機材、カメラだけで5種類、さすがにこれだけのカットを1日で撮影するのは不可能なので 2,3 日かけて必要な部分を撮ってるんですが、やっぱり天気や風なんかは1日1日で全然違うので、曇りから突然晴れたりって思うシーンがあるかと思いますが、視聴者の皆さんが見やすいような編集を心がけて頑張っていますので、ご了承いただけたら幸いです。最後、港までこのホタテを選びながら寄港したいと思います。めっちゃ入った。そして漁師の特権タイムということで、取れたて新鮮なホタテを剥いて朝ごはんにしたいと思います。それでは朝ごはんいただきます。朝食はね、おにぎりと天然の味のみでいただきます。うまい。おにぎりの具はホタテのり。はい、ごちそうさまでした。午前8時35分、港に着くまでにホタテの選別が終わらなかったので、船を止めて取ってきたホタテをダンブルへと選びます。朝、港を出港してから3時間と45分、ノルマを取って無事帰ってきました。あとは船を岸壁につけたら、今日取ってきた全てのホタテを荷揚げしていきます。
ったね。本日の量計は15トン703キロ。お疲れでした。はい、ということで今日取った立派なホタテ持って帰ってきました。じゃあこのホタテを使って漁師飯作っていきたいと思います。使う食材はこちら。はい、パスタに味噌、とびっこ、牛乳、ほうれん草、そしてクリームシチューの素。はい、こちらの材料を使って漁師飯作っていきたいと思います。じゃあまずはこの今日取ってきた立派なホタテ、これをね剥いていきたいと思います。まずはね貝柱を剥がす。隙間からヘラを入れて貝柱を剥がす。ガリガリガリと剥がす。で貝柱が剥がれたカッと開ければとっても簡単にホタテを剥がすことができます。はい、残ったこのホタテは編集の力で剥いていきたいと思います。編集の力でということでこんなにたくさんのホタテが剥けました。あとは綺麗に洗ってパスタにしていきたいと思います。はい、それじゃあまず鍋を置いて、はい、点火。はい、お湯が沸騰してきたら塩投入。フライパンを置いてオリーブオイル、結構たっぷりめいきます。オリーブオイルチューブで OK。 ニンニク入れていきます。結構たっぷり入れます。はい、隣でちょっとグズグズ煮えてきたんでもうパスタ投入します。それはい、タイマー7分セットスタート。はい、こちらニンニクがブツブツ言ってきたらホタテ投入します。いやー、はい、これをねさっと炒めていきます。これだけで美味しいよね。あまりねちょさない、あんまりガチャガチャちょさない。ちょさないは方言です。あんまり触らない。7分以内にソースできるか不安になってきた。ホタテを食べやすい大きさにカットしていきます。これがね大事。すごい肉厚、ブリンブリン。はい、カットできたらホタテだし塩。これね地元の丸ごと館ってとこに売ってるんだけど、これを入れるとねとっても美味しい。ホタテ塩少し入れていきます。さあ、はい、これで OK。はい、そしたらたっぷりのほうれん草ドバッと投入。ほうれんの層はすぐさ火が通るからさ。やばい、麺茹で上がっちまった。ざるにはついてる。これダメだ。これザバーっていくってこと？いくってこと？ちょっと入れれば麺もも汁。そうだね。ちょっとでいいんだ、汁なんて。茹で汁でうまみをプラス。はい、 OK です。さあフライパン単体となったところで、そしたらここに牛乳入ります。すごい、うわ牛乳すごい飛んだ。はい、そこにコンソメ顆粒でいいです。これがね味の決め手よ。こんなもんかな。はい、 OK。 隠し味、本当にこれ隠し味、だし入り味噌。これをねこんなもんペッペッペッと。はい、これをねゆっくり溶かしていきます。この東川のほうれん草生き生きしてるから縮まんないもんね。あくびしながら返事するかい。失礼しました。はい、このままだったらちょっとねソースがシャバシャバなんで、クリームシチューの粉、これがね実は隠し味。2個目。あ、そっか、2個目の隠し味。これをね入れるとね若干固まるんだよ。こんなもんで OK。 パルメザンチーズ、これもねちょっと入れとく。はい、こんな感じで、はい茹で上がった麺を投入していきます。いやー、そしてはい、ソースを絡めていく。ちょっとね追いパルメザン、こんなもんでいいでしょう。はい、そしたら皿に盛り付けていく。パスタを盛り付けて、それ、はい、ホタテをたっぷり入れていきます。最後にとびっこをのせて、はい、漁師特製ホタテのクリームパスタ完成。
はい、あとはね、季節の魚卵だったらこんな感じでいくらでも OK。 ほら、とびっこじゃなくてもほらいくらでも OK。 はい、こちらはホタテのクリームパスタいくらバージョン完成。実食。はい、サンキュー。はい、じゃあ今日も皆さん一日お仕事お疲れ様でした。よいしょ、乾杯。乾杯。はい、じゃあこんな感じでいただきます。いただきます。これは鉄板でうまいでしょ。はい、いただきます。じゃこれ普段はさ、エビでやるんだけどさ、やっぱ彩りだったり扱いやすさだったりね、エビだけどホタテもいいよね。ホタテうまい。うまい。ね。はい、じゃあ私はホタテのお刺身もいただいていきたいと思います。わさびをのせて、はい、醤油をダイレクトでかけていく。ざーっと。今日は欧米スタイルでいかせていただくわ。フォークで。フォークで。はい、ホタテのお刺身いただきます。これブルブル。食べたい。うまっ。ホタテも探せばいろんな料理があるわ。そうだね。いや、毎年毎年さ、ホタテの動画もさ、変わり映えないけどさ、やっぱりね、1年に1回は、そうだね。撮らないと。やば。ホタテの刺身オンザいくらやるわ。贅沢。やば。めちゃくちゃうまそうじゃないこれ。それ。激うま。あとはゆっくり食べていきます。ごちそうさまでした。はい、ということで今回は取ってきたホタテをイタリアンなパスタにしてみました。皆さんもね、ホタテを買う機会があったらぜひ試してみてほしいと思います。それでは最後までご視聴ありがとうございました。バイバイ。バイバイ。